皆さん、こんにちは。はい。ではですね、RubyVM を PHP で作る方法についてお話しさせていただきます。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと早速自己紹介をさせていただければと思います。今 CTO をやっております。リーガ株式会社というところで、CTO を今年の4月からやっております。で、今こうやってるものとしては、PHP でですね、VM とかを作るのを結構好きでして、例えば JVM とか、本日登壇させていただく、RubyVM とかを、作っていたりとかします。で、いくつか、後ほどご紹介させていただければと思いますが、いくつかの本の著者もやっております。で、趣味はですね、バイナリーファイルを読むことです。はい。で、実は Ruby 歴4ヶ月です。4ヶ月なのに壇上にいます。はい。いくつか本を出しておりまして、レガシーコードとどう付き合うかという本と、PHP 系の本が結構多いんですけど、5つほど出させていただいております。はい。では、ハイサイ、エブリワン。ありがとうございます。Ruby 会議2024は皆さん楽しんでますか？ありがとうございます。めっちゃ緊張しますね。はい。ところでですね、皆さん VM 作ったことありますか？ VM 作ったことある人？いっぱいいます。いっぱいじゃないな。はい。いますね。はい。なんかこう、新しい言語を学ぶモチベーションって皆さんありますかね？私実は、先ほどちょっと自己紹介させていただいたんですけど、Ruby 歴4ヶ月というようなところで、今までですね、PHP とか Go とか、TypeScript とか、いろんな言語をこう学ばせて、いただいてきておりました。で、徐々にですね、新しい言語を、普通に学ぶのって、ちょっとしんどいなとか、面白くないなというふうにこう思い始めてきてですね、Ruby もそうなんですよと。ここにいるルビーストの皆さんに言うとすごい、失礼かもしれないんですけど、実際にそう思っていますというところです。で、なんでかっていうとですね、その、新しいプログラミング言語を学ぶ、その手法についてなんですけども、ほとんどこう確立してしまっていて、そこから、モチベーションをこう、維持するっていうところが、結構難しいなというふうに思っております。そんな中でですね、刺激ドリブンに、新しい言語をどう学べばいいんですかというところなんですが、一つ、こう、導き出した答えというのが、ありますと。そうだ、VM を作ろう。はい。VM を作れば Ruby の気持ちが理解できる。そんな風にこう思っていたわけですね。はい。で、普通には戻れませんよというところで、テーブルオブコンテンツが始まります。7つの項目がありまして、1つ目が、RubyVM が、どう実際に動いているんですかっていうお話と、RubyVM をじゃあ PHP で実装する。もちろんPHP 以外の言語でも実装することはできるんですけども、今回PHP を題材にしてお話しするので、PHP でどうやって作るのかというところと、コールインフォエントリーっていうものが、実は RubyVM の中にあるんですけど、これのご紹介と、あと RubyVM ってじゃあ、どれぐらいのこう命令セット数があるんですかっていう解説です。で、どうやってこう RubyVM を実装するにあたって、Ruby のコアのコードをこう読んでいくのかっていうところと、ちょっとこれ私がつまずいたやつなんですけども、ローカルバリアブル、ローカルテーブルっていうものが、RubyVM のこう仕組み上ありまして、それがこうどう動いているのかっていうところと、最後に、2分弱ですけども、デモをお見せできればと思っております。で、今回ちょっとお話ししない内容としてはですね、レキシカルアナライザーですね。要はこう軸解析機っていうところなんですけど、それがこう Ruby 上でどう動いているかってお話は、ちょっと今回しませんっていうところです。で、あとは、パーサーですね。はい。これ、皆さん、他のセッションでも
お話しされているところだと思うので、今回ちょっと割愛させていただければと思います。あと最後にPHP と Ruby の書き方については、ちょっと今回触れないでおきます。さて、ところで、皆さん知ってますか？VM を作るときにすごい大事なこと。わかる人いますかね？はい。すごい大事なことなんですけど、これちなみにドライって言います。はい。D は do。で、R は repeat。Y はやる気です。はい。で、ちょっと英語の翻訳も入ってるんですけど、はい。このドライを、ぜひ、VM を作る際に、意識していただければと思います。じゃあ、本題に入らせていただいて、How Ruby VM works というところで、Ruby VM が、どう動いているのかというところを、お話しさせていただければと思います。そもそも、じゃあ Ruby VM って何ですかっていうところなんですが、いわゆる YARB って呼ばれているやつのことですね。で、これ YARB って何ですかっていうと、Yet Another Ruby VM の略になっております。で、YARB にはですね、いろんな命令シーケンスの情報があったりとか、いわゆるISEC って呼ばれるRuby の命令の実行の部分とか、あとは実行する際の、メタ情報とかが、入っているようなものになっております。で、YARB にファイルをコンパイルするとですね、こんな感じでバイナリで出てくるんですけども、右下の方にハローワールドという文字が、ちらっと見えるかなと思います。はい。で、今回お話しするのはですね、YARB の YA なので、Yet Another Ruby VM になります。で、ちょっとYARBの構造のお話を少しさせていただければと思っています。で、ちなみにこの資料Ruby 3.3 に対応しておりまして、3.2 までどういうRubyVM というかYARBのストラクチャーで動いていたのかっていうところと、後ほど 3.3 がどうなっているのかっていうお話をさせていただきます。で、実際にYARB のストラクチャーみたいなところでいくと、最初にヘッダーっていう部分がありまして、次にコンパイルされた Ruby のプラットフォームが入っているものがあります。で、2バイトごとにですね、バイナリを取りやすくするために埋められている空白の部分がありまして、そこからペイロードの部分に入っていきます。で、ペイロードのところにはですね、命令シーケンスの情報が入っていたりとか、あとグローバルオブジェクトって書かれてるんですけど、これは、文字列の情報とか、クラスとか、あとフィックスドナンバーとか、あとブーリアンとか、そういったものが入っているセクションになっています。で、これらを、一応ペイロードというふうに呼んでおります。実際にC 言語の中身を読んでいくと、これがペイロードと書かれているわけではないんですが、私の理解としては、これはペイロードであるというようなところになっておるかなと思います。で、最後のペイロードの外側のところなんですけども、インストラクションシーケンスオフセットセクションって呼ばれているものがありまして、これがペイロードのどのインストラクションシーケンスを指しているのかっていうものになっております。で、これが、4バイトごとに取っていくので、整数型で入っているようなものになっております。で、グローバルオブジェクトオフセットセクションに関しても、これも下のペイロードの、文字列とかクラスとかの情報が入っているものになっております。で、最後にコンパイルするときにですね、Ruby のメソッドでコンパイルするときに、エクストラデータっていうものを指定することができるんですけども、そこのセクションが入っているものがあります。で、3.3 からじゃあどうなったんですかっていうところなんですが、ほぼほぼ変わってなくてですね、変わっているのがこの2つでして、プラットフォームネームっていうコンパイルされたプラットフォームの名前の部分がですね、エンディアンと、あと文字のサイズのセクションに変わっております。で、YARBの大まかな構造については、3.2 から 3.3 の間では変わっていませんよというような内容になっております。で、Ruby だとですね、左側のようにですね、ハローワールドを出力するのってすごい簡単かなというふうに思っているんですけども、これが実際にYARB になって RubyVM 上で動かすってなると、難しくなってくるよというようなところです。で、さっきちらっとお見せしたハローワールド単体だけでも、この
バイナリの数があるというようなところになってます。はい。で、すいません。そんな中でですね、もちろんこれ RubyVM だけではなくてですね、JVM、Java バーチャルマシンとかも、すごい最初のハローワールドは難しいというようなところになっております。それがですね、楽しくてですね、狂わせてくれるというようなところで、私はVM を作るのがすごい大好きというようなところでございます。で、PHP でじゃあ RubyVM をどうやって作るのかっていうところで、チャット GPT に聞いてみました。はい。難しいらしいです。省略します。はい。はい。チャット GPT さんは教えてくれなかったんですけど、チャット GPT-4o だとちょっとどうなってるかわかんないんですが、少なくとも4の時点では、ちょっと教えてくれなかったような感じですね。はい。なので、今回、私がチャット GPT でも襲われない人力 GPT ということで、お話しさせていただければと思います。もちろん、RubyVM を、他の言語で作ることも可能です。それこそ Ruby で RubyVM 作るとかもね、可能ですっていうところですね。はい。じゃあ、皆さん、RubyVM を作る方法というか、アイディアみたいなところって、わかりますかね？はい。アイディアというか、作り方みたいなところなんですが、JVM って実はドキュメントが用意されていて、オラクルが公開しているものなんですけど、Java バーチャルマシンスペシフィケーションって呼ばれるものが用意されていて、それをなぞって作れば作れるので、簡単って言うとちょっと怒られそうなんですけど、簡単な方かなと思います。で、Java のJVM のスペシフィケーションはですね、会社が管理して、いわゆるオラクルが管理しているものにはなっているんですけど、RubyVM は、ここにいる皆さんが、コミュニティとして、メンテナンスしているものになっております。なので、ちょっと、会社と比べてしまうと、どうしてもやっぱ制限がかかってしまうようなものになるかなと思います。そんな中でですね、どうじゃあ RubyVM私たちは作ればいいんですかっていうところなんですけども、すごいシンプルな回答になるんですが、Ruby のコアコードを読みましょうっていうところです。はい。読んで PHP で実装したものを GitHub に上げてますので、興味ある方はぜひ読んでいただければと思います。はい。で、さっきちょっとちらっとお話ししましたが、今回 Ruby3.3.0 でお話しさせていただければと思います。はい。で、じゃあどうやって実装するんですかっていうところからちょっとお話しさせていただければと思うんですが、どういうフローで実装するのかというと、一つ目がYARB のヘッダーっていう部分が先ほどストラクチャーのところにあったかなと思うんですが、そこを読んでいきますと。で、その次にインストラクションシーケンスオフセッツって呼ばれている部分が先ほどの図であったかなと思うんですが、そこを読んでいくと。で、次に文字列とかクラスとか入っている座標というかそのバイナリの位置を示しているものを処理していくというようなところですね。はい。で、次に、インストラクションシーケンスのペイロードの部分を処理していきますと。で、最後にですね、0番目、いわゆるエントリーポイントになるんですけど、そこをバイトコード実行をしていくというような感じになっております。はい。で、PHP でじゃあどうやって、さっきのバイナリの構造を読んでいくんですかというようなところなんですけども、はい。まずですね、YARB のファイルを作るというところから始まります。TOKIO みたいですね。はい。で、Ruby は実はインストラクションシーケンス .compile っていう便利なYARB に変換してくれるメソッドを提供してくれているんですけども、これを使うとですね、インストラクションシーケンスに変換してくれますと。で、下のコマンドの例としてはですね、helloworld.yarb っていう形で、ruby-e というコマンドで保存している例になります。で、これは実際にどういうコードをコンパイルしているのかっていうと、puts helloworld というような、シンプルなね、出力を、yarb の形にしているものになっております。はい。で、PHP で、バイナリを読むときはですね、fread、fseek、unpack っていう3種類のですね、関数があるんですけども、これを使ってやっていくものになります。
で、PHP の fread と fseek と unpack を、ちょっと補足させていただくと、fread は、ファイル開かれているポインターから、文字を指定した文字数分だけ読み取るというような動作になっております。で、fseek に関しては、相対な位置か、絶対的な位置かみたいなところを指定することができるものになってはいるんですけども、これはバイナリファイルのカーソルの位置を指定するものになっております。で、アンパックは、何をアンパックすんねんって話なんですけど、バイナリファイルで書かれている、バイナリで書かれているものを、例えばその指定した文字列で取り出すとか、指定した整数の形で取り出すとか、そういったことができる関数になっております。はい。もちろんアンパックは今言ったように取り出すところの話なので、なくても実際には、ビット演算を用いることで実現することも可能です。で、PHP は残念ながらですね、C 言語とはまた違った仕組みになっていますと。C 言語とかですとね、指定した整数、例えば4バイトのインテジャーを指定したら、4バイトのインテジャーっていう形で変数とかに保存してくれるんですけども、PHP はもう鼻から文字列というようなところになっております。なので、そこをコンバートするというところで、アンパックっていうのを用いるというようなところになっております。はい。で、実際にどういうヘッダーの処理の方法についてなんですけども、どんな感じのヘッダーが書かれているのか、もうちょっとさっきのYARBの構造から詳しく書いたものなんですけども、大体ほとんどが4バイトで入っておりまして、最初にJVM にもあるんですけども、マジックバイトって呼ばれるものがあります。で、このマジックバイトには何が入ってるかっていうと、YARB の方ですね。これ Yet Another Ruby Binary だったような気がします。はい。で、その後にRuby、コンパイルされた Ruby のメジャーバージョンとマイナーバージョンがYARB ファイルに書き込まれます。で、次に最大のペイロードのサイズ帳が入っていて、最後に一番最後に付け加えられるエクストラのサイズが入っているものになっています。で、次にですね、インストラクションシーケンスがどれだけあるんですかっていうものと、あとはシンボルって書いているんですけど、Ruby のシンボルではなくて、C 言語上のシンボルって見ていただいた方が分かりやすいかなと思います。で、JVM 作ったことある人だったらわかるかなちょっといないかもしれないですけど、わかるかなと思うんですが、コンスタントプールって呼ばれるものが JVM にはありまして、そういったものがですね、グローバルオブジェクトというところにちょっと似てるかなと思います。はい。で、インストラクションシーケンスのグローバルオブジェクトのリストを読み取った後にですね、インストラクションシーケンスのリスト、ペイロードのところがどこに入っているかっていうのを取ってくるバイナリが入っております。で、最後にグローバルオブジェクトのリストが入っているものがバイナリとして入っていて、これをちゃんとPHP で取れると、右の図のようにですね、綺麗な数字が取れるんじゃないかなと思います。で、次にですね、アンパックを使ってですね、それぞれ整数に変換していく処理なんですけど、PHP ではアンパックの第一引数にですね、V パラメータっていうのがありまして、これを使うと、アンサインドロングという形で取ることができます。で、PHP のロングはですね、いわゆるこれ、マシン依存なんですけども、4バイトで取ってくるっていう意味合いの方のロングですね。で、これをリトルエンディアンで取ってくるような仕組みが Vを指定することで可能になります。他にも、ビッグエンディアンで取ったりとか、アンサインドロングはあったっけな、ちょっと覚えてないですけど、そういったものがあります。で、次にですね、2つの、オフセット情報を取ってくるという処理があります。で、これがですね、インストラクションシーケンスのオフセッツと、グローバルオブジェクトのオフセットを取ってくるというところなんですが、すごい簡単なので、for 文で回していくだけで、取ることができるものになっております。はい。で、これも4バイトごとにアンパックの V を指定することで、簡単に取ってくることができます。でちなみにちょっと補足させていただくと、PHP のドルはですね、Ruby だとグローバル変数になるかなって思うんですけど、ローカル変数っていうか
PHP の変数は全部ドルマークがついている仕様になっております。はい。で、次にですね、インストラクションシーケンスを処理していく、バイトコードを処理していくところになってきます。で、RubyVM はですね、IBF ロードもしくはダンプライトスモールバリューっていうもので、バイナリーの扱いをすごく簡単にしてる、効率的にしているものになっております。で、これ、どういう仕組みで動いてるんですかっていうところなんですけど、ハミングウェイトって呼ばれる、ハミング重みですね。はい。と呼ばれているものがあります。で、これ別名ですね。ポップカウントとかポピュレーションカウントって呼ばれているものになっております。で、これがですね、可変調な、文字列調をこうバイナリから取ってくるような仕組みになっております。で、左はPHP で書いた例になっております。で、PHP はC みたいになんだろうな、符号付きとか符号付きじゃないとかの指定ができないので、もともとのRuby の実装を見ていると、そこに頼っている部分があるんですが、ちょっとそこら辺の工夫は必要になってくるかなと思います。で、このトークではですね、リードスモールバリューっていう関数で定義させてお話ししていければと思います。で、このリードスモールバリューっていうのを前の例を見ていただけるとわかるかなと思うんですが、これはですね、実装するとですね、0番目、いわゆるエントリーポイントのインストラクションシーケンスを実行することができるようになります。で、これ実はこのデータ構造上ですね、インストラクションシーケンスってめちゃくちゃでかくてですね、例えば先ほど、ちょっとちらっと言ったかなと思うんですけど、メタ情報もすごいでかいですし、例外テーブルとかもあったりとか、キーワード引数があったりとか、そういった情報が結構入っていますと。で、数えるとですね、50個以上あるような感じになっております。はい。で、ただね、ハローワールドを出力するだけであれば、別にこの50個も実装する必要はありませんっていうところなので、必要な4個の、メタ情報だけを使って、今回ちょっとお話しさせていただければと思います。これは例なので、ぜひ見ていただければと思います。で、実際にじゃあどうやってバイトコードを読んでいくんですかっていうところなんですけども、0番目のインストラクションシーケンスが入っているところを、この感じで、F-seek を使ってですね、移動させて、読んでいくというような感じになっております。で、タイプとか、インストラクションシーケンスのサイズとか、バイトコードの位置がどこに入ってるとか、バイトコードのサイズがどこにある、バイトコードのサイズがどんぐらいなのかっていう情報を、これで取ることができます。で、これはバーダンプっていう、PHP、なんだろうな、Ruby でいうところの P ですね。はい。と同じものがあって、それで出力している例になっております。で、最後にですね、エントリーポイントのインストラクションシーケンスを実行するというようなところでございます。はい。で、インストラクションシーケンス、ここからがすごい楽しいところなんですけども、左側に書いてあるのはですね、オペレーションコードって呼ばれる、その実行の命令を番号で表したものと、ニーモニックって呼ばれる、実行の命令を日本語じゃない、英語で表したものですね。はい。そういったものが、こういうペアであります。で、18番目はプットセルフになっているし、21番目はプットストリングになっていると。で、53番目は、これは関数とかメソッドとかを呼び出すための、呼び出す命令なんですけども、ブロックを除外したものになっております。で、最後に、いわゆるリターンですね、リーブっていうものが入っております。で、このバイトコードオフセットと ISEC サイズ、インストラクションシーケンスサイズっていうのは、前のスライドでご説明した通りなんですけども、これをですね、うまく使うことで、インストラクションシーケンスを、読んでいくことができるかなと思います。で、今回、使うインストラクションシーケンスはこの4つだけになっております。はい。で、じゃあこの4つのインストラクションシーケンスってどう動いてるんですかっていうところなんですけども、プットセルフって何ですかっていうものなんですが、これはですね、動いてるコンテキストをですね、スタック上にプッシュするものになっております。で、その上にですね、ハローワールドがオペランドとして指定されているものを、スタック上に持っていくと
で、この Hello World っていう文字列は、グローバルオブジェクトから取ってきたものになっております。で、この2つをですね、オプトセンドウィザウトブロックで、実行させ、オペランドとして実行するというようなものになっております。で、プッツってどこに書かれてるんですかっていうところなんですけど、これは後ほどご紹介する、コールインフォエントリーというところに書かれているものになっております。で、最後に、リターンと同じリーブを実行させて、終了。上のコンテキストに返却値を返して終了するというような流れになっております。で、実際にじゃあどういう命令が動いてるんですかっていうところなんですけども、実際にインストラクションシーケンスコンパイルで実アセンブルのメソッドを呼び出すことで、こんな感じでプットセルフとかプットストリングがこんな感じで書かれてるよっていうことを見ることができます。で、これ何かっていうとですね、JavaP コマンドを使ったことある人だったらわかるんですけど、それにすごい似てるようなものになっております。で、次にですね、これだけだと実装できませんっていうところなので、実際にグローバルオブジェクトからその情報を取ってくるための仕組みが必要になってきます。で、それが今回ちょっとご説明するロードオブジェクトっていうものになるんですけども、これが実際にグローバルオブジェクトに格納されている文字列とか、さっき言ったクラスとか、そういったものを取ってくるものになっております。はい。で、さらに言えばですね、このさっき言ったコールインフォエントリーとかも、そういったロードオブジェクトとかに入ってたりとかするかなと思います。で、ちなみにこのナンバーどこで指定されてるんですかっていうところなんですけど、Ruby のコアにコンパイル .c に書かれているところになっております。はい。で、これが文字列の場合は5という感じで、関数のリストのインデックスの番号になっております。はい。で、実際にじゃあそれぞれの命令を実装する例なんですけども、まず put self だと、まずPHP でさっきここで実装したメインですね。これをですね、スタック上に乗っけて、で、put string で、文字列を、ロードオブジェクトで取ってくるというようなものです。で、最後にですね、今回ちょっとputsだけなんですけど、直接呼び出して、スタックからその処理を行っていくというようなところです。で、リーブに関しては、上のコンテキストは今回ないので、ちょっと特段何かしらの実装は、ハローワールド程度であれば不要かなと思っております。はい。で、この、ちゃんとうまくいくと、左のように実行されるような感じになっております。じゃあ、コールインフォエントリーって何ですかっていうと、これはメタの情報とかがいっぱい入っているものになっております。で、これ、例えば引数の数とか、キーワードの引数の数とか、そういったところが、そういったものがデータとして入っているようなものになっております。で、これをちゃんと実装できると、puts っていうものが不要になってくるというようなところでございます。で、実際に実装すると、下のCI エントリーソフセットっていうメタ情報とか、CI サイズっていうやつを使うような感じなんですけど、下にこんな感じでコールインフォエントリーを取ってくることで実行することができますというようなところです。で、あとタイプイコールイコール5って書かれているところにさらにタイプイコールイコール20を加えていくというところで、Ruby 側のシンボルを20番目で処理することができるというところです。で、さらに、コールインフォエントリーって順番、実行の順番ごとに入っているので、その CI インデックスって呼ばれるやつで、インクリメントしていって、オプトセンドウィザウトブロックで、puts って書かれてた部分を、可変調に変更しているというような処理になっております。はい。ですね。ここちょっと飛ばします。で、How many instructionそうですね。RubyVM の命令セットの数なんですけども、実際100個ぐらい命令セットがあるんですが、使うもので言うと100個。で、実際には200個ぐらいあります。で、半分はですね、トレーシング用の命令セットが入っております。で、JVM はちなみに150個ぐらいの命令セットの数になっております。大体 JVM と同じぐらいの数ですかね。はい。ただ、ハローワールドとか、FizzBuzz とかクイックソートとかを実行する分、そんなに、実装する必要はありませんよっていう感じでございます。で、ちなみに3.3 から、命令セットが6個ぐらい増えております。はい。じゃあ Ruby
のコアコードからどうやってRubyVM 理解するんですかっていうところなんですけど、compile.c とか IBF ロードとかっていう関数を C から読んでいくことで理解を深められるんじゃないかなと思っております。ちょっと何言ってるかよくわかんないと思うので、次にちょっとフローズを乗っけております。で、これは実際インストラクションシーケンス .load from binary っていうメソッドを呼んだ時の処理なんですけども、isec.c からload from binary って関数が呼ばれて、compile.c のRBISEC、IBF ロードとか、IBF ロードセットアップとか、そういったものが順繰り呼ばれています。で、その各々の処理に従って、IBF ロードスモールバリューとか、オブジェクトとか ID とか、あとローカルの変数とか、実際のバイトコードとか、そういったものを読んでいくような流れになっております。で、最後にですね、実際にローカルバリアブル、ローカル変数ってどう動いてるんですかっていうところなんですけども、これ実装結構難しかったなっていうふうに思っております。で、これどんな感じの仕組みなんですかっていうところなんですけど、Ruby のコアのコードを読んだことある人はわかるかなと思うんですけど、エンバイロメントポインターっていうものがありまして、これに従って読んでいくんですけど、これをちょっと PHP 側で実現するのが結構難しかったなというようなところでございます。で、どんな感じに入ってるんですかっていうところなんですけど、引数とか、ローカルのいわゆるライフタイムみたいなところ関係あるところなんですけど、バー1、バー2、バー3、バー4っていうのがあって、これをどんな感じで入ってるのかっていうと、アーギュメンツっていうところで入ってるのが、呼び出される、コーリンフォーエントリー上で呼び出されるのが2個で、ローカルテーブルで定義されてるのが4つで、VM エンブデータサイズって言われてるものに3つ最初入っていて、これをちょっとねRuby のコアコードから読んでいくのはすごい難しかったかなっていうふうに思っております。はい。で、これただ実装しないと、実際に動かなくてですね、Ruby の命令シーケンスにはですね、set ローカルとか get ローカルとか、そういったものがあるんですけども、これを実装することが、すごい、一つ次のステップになるんじゃないかなというふうに思っております。で、他にもVM エンブデータインデックスミ CREF とか、そういったものが、最初の VM エンブデータのところに入っていたりとかしております。はい。で、ここは飛ばして、RubyVM にはですね、そのレベルっていうものがありまして、このレベル0っていうやつが、現在実行されているコンテキストになります。で、このレベルっていうのが増えていくとですね、コンテキスト、その変数から見てどの位置のコンテキストなのかっていうのを管理しないといけないんですけど、これがVM envprev EP ってやつなんですけど、それを実装するのもすごい大変だったなというふうに思っておりますが、はい。そんな感じでございます。で、実際にどういうふうに動いているのかっていうとですね、ブロックをちょっと例に使っているんですけども、オプトセンドウィザウトブロックを呼ばれたときにですね、バー2とかバー3とかバー1の1とかに従って、セットローカル WC1 とか、ゲットローカル WC1 とか、ゲットローカル WC0 とか、そういったものが呼ばれるようになっております。はい。で、ちょっと、今の話を踏まえて、どんな感じで実際に実装できているのかっていうところをちょっとデモでお見せできればと思います。で、今これ、すいません。ちょっとね。で、今ですね、これはPHP でどういうコードが書かれてるんですかっていうのをサンプルで見せている図になっております。でですね、この後に、じゃあ Ruby の Hello World の例を示していて、これをですね、PHP の第一奇数に指定する実行ファイルと、こんな感じで指定すると Hello World っていうのが出力されることがわかります。で、次に FizzBuzz を試しているんですけども、これもですね、実際に第二引数に指定してあげることで、はい、FizzBuzz の一覧がPHP 上で作った RubyVM 上で動いているということがわかるかなと思います。はい。で、最後にクイックソートですね。
クイックソートこんな感じのアルゴリズムで書いていて、これを実行するとですね、こんな感じでちゃんとソートされているってことがわかるかなと思いますが、ローカル変数とかスタック上がすごい大変なことになってはいるんですけども、実際に動いてるってことが分かったんじゃないかなと思います。というところでですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、皆さん、Yet Another Yarb作る気持ちになれたでしょうか。ちなみにめちゃくちゃちょっと汗をかいています。はい。ということで、以上でエンドで終わりです。ご清聴ありがとうございました。